皆さんこんにちは、せっこちゃんです。今回のモチーフはガラス瓶です。ガラスは表現が難しい素材です。どのように描いたら良いでしょうか？一緒に頑張りましょう。このモチーフはガラスの歪みがすごいです。瓶の底など元の形を意識しながら歪みも捉えていきましょう。せり上がって見える部分、瓶の内側がカーブしています。まず瓶の蓋から捉えていきます。楕円がたくさんあります。蓋の厚みを捉えます。ガラス全体を捉えます。内側の面を捉えていきます。横の両端を捉えます。このように捉えることができました。この面を参考にデッサンを描いていきましょう。手前と奥はこのようになります。手前と奥を意識して描くと立体感の表現につながります。手前はしっかり、奥は弱めに描いてメリハリをつけましょう。まず薄く形を捉えていきます。蓋の楕円とガラスの立方体の組み合わせが難しいので修正しやすいように薄く描きます。瓶の中心を確認して楕円を描いていきます。蓋の厚みの長さも考え修正しながら描きます。楕円は十字を引いて上下左右の長さが同じになるように描きます。このように楕円を描きます。内側の楕円は少し上にずらして描きます。瓶の形を整えていきます。ガラスの厚みや歪みを捉えていきます。面を捉えていきます。全体的に描けたのでティッシュでぼかして練り消しで薄くします。細かく描いていきます。ガラスの歪みで強く見えている部分や厚みを中心に描きます。ガラスの特徴となる部分から描く方が進めやすいと思います。歪みの形を観察しましょう。ガラス瓶は厚みの中に見える歪みがポイントだと思うので黒の濃淡を使い分けて描きます。サイドの厚み、カーブと歪み、瓶と並行して蓋も描きます。
デッサンは1点集中しがちですが、全体的に進めていきましょう。優しい力で楕円を整えていきます。まだ楕円の形が定まってないので、強い線で描かないように気をつけます。カーブの面にタッチを入れます。一度練り消しで透明感を出します。H 系の鉛筆でガラスの質感を出していきます。モチーフの硬さを出すときに便利です。歪みを描くのは大変ですが、一気に捉えてしまいます。手前の角をしっかり描いて手前感を出します。角を丁寧に。面が広いガラス部分は先に内側の歪みを描きます。その後で上から覆うようにコーティングします。そうすると内側の歪み感が出ます。2H の鉛筆で覆うように面を描きます。練り消しで透明感を出します。より強い黒を入れてガラス感を出します。綺麗な黒いラインを入れるイメージで、上からほんの一部面を描き足します。蓋を丁寧に描いていきます。楕円の形が定まっているので、強い黒も入れてメリハリをつけます。蓋の表面もカーブに沿ってタッチを入れます。影を水平に描いていきます。水平に描くとモチーフが台に乗っているように見えます。ガラス特有の影の落ち方にも注目です。影をぼかしてまろやかにします。影を少し強くしてモチーフの存在感を出します。完成に向けて H 系の鉛筆で仕上げていきます。上からコーティングするイメージです。そろそろ仕上げになります。完成しました。いかがでしたでしょうか？ガラスの歪みを描くことがやはり難しかったですね。ガラスの質感は黒と光のメリハリをつけてキラリとさせてみましょう。この動画が参考になりましたら幸いです。それではまたお会いしましょう。